ご視聴ありがとうございます。どうも、大々チャンネルのオレンジです。プレイステーション対応の GTDD Pro もリリースされて、ファナテックユーザーが急増し、ますます需要が高くなりそうなファナテック製のアイテム群。その中でも比較的安価でカスタム性の高い CSL ユニバーサルハブをお求めの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。今回は本製品の使用感や品質について、いい点悪い点をオレンジなりの観点から述べていきたいと思います。なお、この動画ではオレンジ自身が体験したことに基づく主観がかなり含まれております。CSL ユニバーサルハブの製品すべてが該当するとは限らないことを先に断っておきます。この製品の魅力は何といってもお求めやすい価格帯であることと、規格に準拠したステアリングリムであれば、市販のステアリングリムも取り付け可能な点にあると思います。僕もファナテックから販売されている 270mm のものと、市販車やドリフトなどぐるぐる回したい時用として 350mm のものを所持しております。よろちょっと存じ上げないメーカーです。いくつかのステアリングにクイックリリース1をつけて計測してみたところ、 BMW GT2 ステア 2.1kg、 マクラーレン GT3 ステア 1.3kg だったのに対し、 CSL ユニバーサルハブはステア込みで 1.6kg でした。実際に走らせてみた感じ、以前の動画でも述べたように、ステアリング径の大きさにかかわらず、ステアリング全体の重量が軽い分、フォースフィードバックの伝わりに関しては、マイルドって感じではなく、どちらかというとメリハリのある印象です。ここまでがおよそ1年間使ってみて感じた CSL ユニバーサルハブの魅力的な部分ですが、オレンジが個人的に感じたあんまり良くないかもと思う部分もあります。一つ目は PC レースゲームでの使用時、またはドライブハブ経由でのプレイステーション使用時には、決定ボタンである×ボタンが使用できず、パッドとの併用操作を強いられます。また、プレイステーション使用時はさらに機能しないボタンがいくつか存在します。プレイステーションライセンスのある CSL エリートであれば、D パッドを押し込むことで×ボタンをプレイステーション上で使用できましたので、おそらく GTDD Pro も同様に使えるのではないかと思います。CSL ユニバーサルハブのプレイステーション上でのキーマップはご覧の通りです。二つ目は、先ほどフォースフィードバックがメリハリのある感じとお伝えしましたが、デメリットとして作りがプラスチック主体であるためか、フォースフィードバック振動がステアリングハブ内でキュンキュン共鳴して、本来のフォースフィードバック情報を阻害してしまう時がある点です。三つ目は、パドルシフトのクリックフィールがカチッカチッって感じではなく、モクモクといった感じで、ストロークも短すぎて手応えもなく気持ちよくないですね。僕だけなのかもしれませんが、カチカチとシフトする音の回数を無意識に数え、リズムよくシフトチェンジしたい方なので、シフトチェンジできたのかできてないのかわからなくなることがあり、不安になります。手持ちのステアリングパドルのクリック感比較です。まずは BMW GT2 ステアリングです。クリックは軽めですが、疲れることはなく、音と指への感触が病みつきになります。次にブラックフライデーで購入した P1V2 ステアリングです。コクコクって感じと程よいストローク幅で疲れず引っ張りやすいです。次にマクラーレン GT3V2 ステアリングです。ガッコンガッコンととにかくうるさい上に、比較的硬く重くで、長時間での使用では結構疲れるかもしれません。そして CSL ユニバーサルハブです。ほぼ無音ですね。ストロークも前3つと比べるとかなり狭く、
弾けてんだか弾けてないんだかで不安になります。以上3点がオレンジが個人的に良くないと思った部分ですが、このステアの使用用途が H パターンシフトを使用する市販車やドリフト車、またはトラックシミュレーターなど真剣なレース勝負以外に限定されるのであれば問題になる部分ではなく、満足にお使いいただけるかもしれませんね。先ほどお伝えした通り、パドルシフトのフィールがすこぶる良くないことにも通ずる部分があるかと思いますが、この製品の機構、構造や品質に色々と問題があるのではないかと個人的には感じています。というのも、実は現在に至るまで1回の修理と2回の新品交換を経ています。はじめに公式ページより不具合報告してからのサポートとのやり取りはざっくりこんな感じ。はい、オレンジ。不具合報告ありがとう。でも具体性に欠けるので動画送ってくれないかな。今日一日が平和でありますように。マーク。親愛なるマーク。動画送ったよ。確認してね。はい、オレンジ。動画ありがとう。だけどまずはドライバーを最新にしてもらわなくっちゃ。今日一日が平和でありますように。マーク。親愛なるマーク。ドライバー最新にしたけどやっぱり動かないよ。はい、オレンジ。交換するために手続きしておいたから別メール届くと思うよ。今日一日が平和でありますように。ちなみに私はクリスティです。親愛なるクリスティ。手続きのメールが来ないよ。はい、オレンジ。スパムフォルダーに入ってたりしない？晴れた日曜日をお過ごしください。僕はボビーです。親愛なるボビー。スパムフォルダーに何もないよ。はい、オレンジ。ごめんね。うまく手続きできてなかったみたい。交換するために再度手続きしておいたから別メール待っててね。今日一日が平和でありますように。ニコルより。親愛なるニコル。あなたはナンシーですか？いいえ、ドロシーです。まあ、ざっとこんなやりとりを平静さを失わずこなせればなんとかなります。で、実際に交換に至った不具合は大きく4つ。7セグの点灯不良。7セグの表記がおかしなことになりました。ある時は666と表記されたこともあり、せめて777でお願いします。パドルシフトの接触不良。クリックしてもシフトアップしない症状が出ました。クリック感とも相まって走行中の不安材料となります。中央ボタンの物理的故障。押したボタンが戻ってこない。プラスチック製クリックリリースライトの物理的故障。このステアリングに限った話ではないですが、開け閉めの機構が壊れてしまうと、最悪こういったことになります。なりました。この4つの不具合の中でも特に気になったのがパドルシフトの接触不良です。これは現在手持ちのユニバーサルハブも含めて3台全てで発症しており、結構な確率で発症するのではないかと思い始めたものの、現在当製品が品薄であることもあり、諦めました。ユニバーサルハブを運用する上で日常的に気にかけている気をつけなければいけないことを挙げていきます。まずはユニバーサルハブに限った話ではありませんが、以前の動画でもお伝えした通り、クイックリリースライトはしっかり奥まで差し込み、しっかり締めた方がいいです。最悪こうなります。可能であれば多少重量は上がりますが、取り付け部の機構問題が起きにくいクイックリリース1にするのも手かと思います。特に8ニュートンで運用するのであれば、ガタつきの起きやすいクイックリリースライトと比べると
かなりホールド感がアップし、ガタつきを最小限に抑えられます。もう一点、ユニバーサルハブを運用する上でかなり重要なことなのですが、リムを取り付けるビスの長さに注意が必要です。左がファナテック純正のリムに付属していたビスで、右が市販のリムに付属していたビスです。左の純正ビスはネジ部が 12mm なのに対し、右のものは 16mm ありました。長いビスで取り付けるとこうなります。物理的に何かを圧迫しているのか。実は取り付け盤面にビスの長さ限界が示してあります。長いビスで取り付けると確実にこうなりますので、適当な厚みのものを挟むなどして絶対規定内に収めるようにしましょう。ちなみに僕は6本締めのリムであったとしても、少しでも締め付け負荷を軽減するため、締め付け箇所を厳選して3本で締めるようにして運用しています。いかがだったでしょうか。何かお役に立てましたでしょうか。いろいろ不満点は述べましたが、なんだかんだと好きなステアリングを取り付けられるカスタマイズ性の魅力がオレンジ的に不満点をはるかにしのいでいるのは確かです。使用用途をしっかり定め、メインではなく2本目、3本目としての運用であれば十分ありかと個人的には思います。最後までご視聴くださり本当にありがとうございました。それでは良いハンコンライフを。じゃあねー。